こです。ビタミン C。 はい、今回にゃんちゃねを受けてくれたのは40代女性ルナさんです。ルナさんのご相談はお仕事のことやったんやけど、チャネリングでは意外な展開になりました。ルナさんが今後生きていく上でとても重要なメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。今年は変革の年だったんです。なんか自分の中でずっとやってきた仕事があって、割と自分の意見を押し殺して言えなくて、家でぐちゃぐちゃ後悔したり、なんであの時は言わなかったのかとかぐるぐる考えてるような人間だったんですけど、すごい人にも意見を言うようになって今年。言うようにはなったんだけど、やっぱそこの人間関係がギクシャクしたり、やるだけやってみたら、私ここで本当にこのまま働き続けたいのかな、私本当は何がしたいのかな、なんか自分がわからなくなってきちゃって、にゃんこさんにいろいろ聞いてもらって、自分の生い立ちとかも含めて聞いてもらって、何かメッセージがあれば聞きたいなと思いました。なるほど。私小さい頃からすごく不安が強い子で、今でも覚えてるのが幼稚園の時に、とにかく泣いてた。何が怖いのかわからないんだけど、幼稚園に行くのが怖くて泣いてたし、本当に今でいう発達障害だったんじゃないかなって思うぐらい過敏さがあって、行事って言うと泣いてたし、ステージに上がると泣くから降ろされたり本当にずっと苦しんできたから、自分の苦しみを話せるような家庭環境じゃなかったんですよね。まあ普通のお家なんだけど、母は頭も良くて綺麗で何でもできる人なんですよね。で、心も優しいんですよ。やっぱ自営業すごく大変で、父がちょっと借金作っちゃって、母が必死で借金を返してきたような感じで、とにかく母は忙しかったですね。で、両親ともに忙しかったから、私はもう悩みを誰にも話せないでいたし、ずっと寂しくて孤独だったなと思う。で、そんな父なんですけど、今から17年前ぐらいかな。突然脳出血で亡くなってます。で、お父さんっていう人が、やっぱ私と似てるのかなって思うのが、父がすごい上がり症だったんですよ。で、不器用だし、ぶつかれば貝のように口をつぐんで黙っちゃったりするとことか、なんか父親らしいこと何にもしてくれないかったなっていうイメージがすごく強かったです。今思うと、それこそそこにもずっと不安を抱えてきてた、私は。で、大きな借金を背負っちゃって、お母さんが必死で働いて、母は社交性のある人なので、働いて返してきたんですけど、母のお父さんが言うには、借金なかったら蔵1個立ってるっていうぐらい、そのぐらいの環境の中で育ってきました。祖父がおそらく38歳ですね。亡くなったんですけど、その時、当時父は9歳でした。で、私の父のお母さん、祖母にとっては早くに夫を亡くして、父は9歳、妹はもっと小さい、そういう中、女で一つで育てていく大変さとかを抱えてるのを想像したら、おばあちゃんも辛かったし、お父さんも小さい中、お父さんを亡くして、お母さんを支えていかなきゃいけない中、辛いことがあってもきっと、お父さんも誰にも相談できない人生だったんだろうなっていうことを、ちょっと想像したら、ちょっと許せた気持ちになったり、ある日、いつもみたいに旦那の実家に遊びに行ったんですよ。そしたら旦那の実家に電話がかかってきて、お父さんがベッドで亡くなったと。寝てる間に多分脳出血を起こして亡くなったんですけど、父が亡くなる2日前か3日前ぐらいに、私父と喧嘩しちゃって電話で、何が理由かちょっと忘れたんですけど、いつもみたいに私が言っても黙り込む父にもうものすごい腹が立っちゃって、もういい加減にしてみたいな感じで私が父にずっと言ってて、でそれでも父はずっと黙ってて、でもガシャンって切って、その直後にやっぱ父が亡くなったから、なんかそこに自分がすごい罪悪感みたいなものは、私があんな言葉かけたからああなっちゃったのかなとか、あれから17年ですけど、今の
心に抱えてる大きな悩みはやっぱ仕事上のことなんだけど、こう話していくと、それまでの過程にまだ解消しきれてない何かがあるから、ここもまだ足止め状態になってるのかなと思ったり、軽やかに進めないでいる自分がいるのかなって、今、にゃんこさんに話して思いました。こういったご縁があったってことは、絶対に向こうの方がご縁をつないでくださって、すごい頑張ってるルナさんに何かお伝えしたいことが絶対あるから、つないでくださったと思うので、その機会をいただけてすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。お願いします。船に乗ってます。一人用の木の船なんですけど、オール一本持ってて、川で漕いでます。ルナさんがすごい怖いみたい。すごい焦ってて、何かがあるかもしれないって思ってるみたいです。周りを警戒してるんですよ。左から来るかもしれへんし、上から来るかもしれへんし、後ろからもしれへんし、何があってもいいようにちゃんと対処できるようにしなあかんって思ってるみたい。頑張って自分が警戒しとけば何か対応できるかもしれないし、未然に防ぐことができるかもしれない。やられてしまうと足止め食らったりするし、自分だって痛いし、それを回復する時間だっている。そんなことしてられへん私。だって忙しいし。守ってあげないといけない人がいっぱいいるのに、私がそんなことになってしまって、対応できなくなったら、その人たち守れないし、戦わないといけないと思ってます。自分がしっかりしないとって思ってる。それが自分の役目やし、みんなをまとめる役目っていうのは自分の仕事だけやってればいいってわけじゃないから、みんなのケアとか、地位が高い人や無理を言ってくる人たちから、ちゃんと純粋に働いてる人たちの使命を果たせるように、純粋に困った人たちに手を差し伸べられるっていう環境を作るっていうのが自分の役目。だから戦わないといけないんです。っていう意味の船です。だっていつも臨戦態勢っていうのかな。いつ何があってもファイッって言って戦えるような状態になってる。だからすごいしんどい、疲れちゃう。まずそこを離れて立ち返りなさいって言われてます。見ないといけないところはそこにあるんじゃないって言われてるかな。今びっくりしてますね、皆さんが。私の課題はここやと思ってたんですよ。この職場で続けるのか、どうしようかなっていうのが考えないといけない問題やと思ってたから。でも、これは自分のことを立ち返るきっかけに過ぎないんだよって言ってる。で、誰かちょっとわからない。で、今、私の左側に職場の風景が見えるんですけど、そこの人がルナさんの手を取って、今度右側に行きます。暗いトンネルみたいなところ、暗いところを通って、それが抜けると明るいところに行くんですけど、街中ですね。すごい交通量が多い、普通に都会かな。車がわーって通ってます。でもどうしてもその人がお父さんに見えんねん。なんか知らんけど、ルナさんがもう子供になってて、小学生ぐらいかな ?3 年生ぐらい。お父さんやと思います。お父さんが手をつないで、そっちのトンネル抜けたとこに行くんですよ。お父さんはすごいにこやかに笑ってます。昨日、元気と仕事。いろんな世界を見てほしいって言ってる。今都会が見えてるんですけど、いろんな人がいるやろって。ここの世界っていろんな問題があるって。それは、例えば、母と子の問題かもしれへんし、やってた仕事の問題かもしれへん。夫婦の問題かもしれへん。介護問題かもしれへんし、例えば大きな事故にあったり、予期せぬ事件とかにあったりして、その課題を取り組む人だっている。それぞれの課題があって、それに取り組んでいくのがこの世界やっていうのを今説明してる。子供のルナさんがびっくりしてる。お父さんと手を繋いでるんですけど、今ルナさんが思ってるのはお父さんやって思ってるのと、お父さんが喋ってるって思ってます。いろんな課題を見てほしいって言ってるかな。職場の問題は、自分の課題やとルナさんは思ってるんやけど、この世界っていうのはすごいいろんな多様性のある問題があるって。それぞれみんな問題が違うけど、それぞれに合った問題がその人に起こってるんだよって。で、こんだけいろんな問題がある中、自分の前にあるのは何だと思うって。自分にだって課題があったって。生きてる時はこの課題をやってるんだなっていう認識がなかったみたい。だから闇雲にやってたし、一個一個がしんどかったっていうか、それなりに彼なりにちゃんと向き合ってはいたけど、なんでなんやとか、なんでこんな言われなあかんねん。
なんでこれができへんねやろ人に言われて、そんなん重々分かってるこうやんかって言われたって、それができへんから困ってるんですよ、お父さんだって。それができたら苦労なんてないからね。でも、できへんの分かってんのに、人にそうやって言われたら、やっぱできへんのかとか、やっぱりそうやなんやとか、なんでそんなにが分かってんのにできへんねんや。思ったりして、自分は課題とか大きな目線では見られへんかったって。だから自分ができへんかった分、お前にはそうやってやってもらいたいって。自分は今こっちの世界に来て、もっと大きな目線で自分の課題とか人生を振り返ることができたんやって。それを今自分が分かった上で、今、ルナさんにもうちょっと大きく見てもらいたいって。一歩引いて見てもらいたいんやって。だからここに連れてきたって言ってる。それをあなたに教えるのが自分のできひんかった親としての役目やと思うって。親として、父として、今世でできひんかった分、今チャンスをもらってるって言ってる。で、今、手繋いでるんですけど、小学生のルナさんが涙ぐんでます。自分はお父さんがお父さんらしくないと思ってたんです。迷惑ばっかしかけて。お父さんらしいんやったら、お母さんのこともっと大切にしてよ。ちゃんと家庭のこと守ってよ。大変なことがあったら解決してよ。それが普通のお父さんやのに迷惑ばっかしかけて、お父さんさえなければもっとうまくいってたのに。っていうような存在、そういうふうに思ってたのに、今、お父さんの手がすごいあったかくって大きいんです。どうしようもないお父さんやって思ってたけど、でもお父さんだって辛いこといっぱいあったし、私の気持ちが誰にも分かれへんように、お父さんの気持ちだってきっと誰にも分かれへんから。お父さんにだってこうしたいっていう理想像がお父さんの中にあったかもしれへんし、それができへんくって自分は情けないっていう辛さだってお父さんにあったかもしれへん。今、そのできへんかった分、お前に教えてあげたいって、手を握ってやってくれてるわけ。お父さんにも自分が気づいてないお父さんらしいところが本当はあったかもしれへんのに、それに気がついてなかったんかなって。今こう手繋いでるんですよ。これはまさに自分が思ってたお父さん像っていうか、こうしてもらいたかった。守ってもらいたかったし、家族を大切にしてもらいたかったし、本当に自分の理想のお父さん像っていうのがあったんですけど、それが今お父さんできてるみたいです。なんでこうかな。それをお父さんと手をつないでるところから感じるみたい。ルナさんがいろんなことですごい葛藤してるように、やっぱり人間ってみんなそうやから、この街並みでみんながそれぞれの課題頑張ってるように、お父さんだって生きてるときは、この世界の一人だったんですよ。いろんな問題がそれぞれにあって、今、ルナさんが職場の問題が自分の目の前に見えるように、お父さんだってそういう課題を抱えてたし、それに対してね、一個一個頑張ってやってたんですよ。でも、うまくいかなかったり、奮闘してる人間の一人やった。結果ね、ルナさんの目には、どうしようもないお父さんっていう風に、映っちゃったよね。で、ルナさんだって幸せじゃなかったしね。ルナさんのことをケアする人もいなかったわけですよ。その中でお父さんの気持ちをケアしてあげようとか、そこまでお父さんの気持ちをこう見てあげようっていう、ね、余裕もルナさんにもなかったからね。でも今、お父さんはもうちょっと余裕ができて、こうしてあげたらよかったんやなって、自分のここは辛かったんやなって、もっとこう引いてみれたんです。そうした時に、もともとちっちゃかったかもしれへんけど、ルナさんをケアするとか、お父さんの役目をするとかね、そういったところがゼロではなかったんです。お父さんも実はお父さんみたいな存在がちゃんとお父さんの中にもいたんやなって。今お父さんがしがらみから離れてね、そのお父さんの中にある神聖っていうか、この神様の部分っていうのがみんなの中にあるから、それがわーって出てきて、お父さんは今すごく穏やかな顔してますけど、それが感じられて、自分が思ってたお父さんがお父さんの中にいたんやなって、それが気づけてなかったのが自分やったんやなっていうのを思って泣いてるかな。で、それを思った上で、お父さんはいいよって言ってる。で、それを思った上で見てほしいって、いろんな人がおるやろって
みんなそれぞれ、この街中にいる人たちはすごい世話しなくて動いてて、それぞれの課題を抱えてるよって。でもその原因は、もっと小さな時にあるって。一緒に思い出してみいへんかって。思い出すのはやっぱり辛い。だって忘れてるから自分で。でも、それに寄り添いたいというか、一緒にやりたい。ってる間できなかった分ね。親らしいことをやらせてほしいって。一緒に行ってみるかって。今、小学校の皆さんに聞いてます。一緒に行ってみようって言って。なんか暗い穴があって、一緒にジャンプしました。と落ちていきます。お母さんが出てきますね。お母さんはすっごい忙しそう。お母さんも必死。だって、この家庭が守れんのがお母さんだけなんです。子供はちっちゃいし、お父さんもはちゃめちゃやし、自分が稼がないとやっていけないし、全部しないといけなかったんです、お母さん。一種の大黒柱やったんですね。だから、それを回すのにすごい必死みたい。お父さんと手伝いでルナさんが見てます。お母さん忙しかったよな。それはしょうがなかったよなって。これがあったから腹立ったお父さんに。本当やったらこの役をお父さんがしなあかんのね。本当やったらね、普通の家庭やったら余裕があって、今日こんなご飯作ったよっていうのをだけやってる人だっているわけですよ。心に余裕持って。そんなのはかけ離れてて、お母さんは。必死。この家庭をうまく運行するのに必死。で、それでちょっとお父さんの方食って睨んでる。で、今、ルナさんがお母さんの手をちょんちょんってした。こっちしなあかんからちょっと待ってね。お母さんにも全く余裕がないので、すごい忙しそうにしてて、そうやんなって。自分だって、このちっちゃいながらに家庭環境分かってるから。だから、そのお母さんを邪魔しないっていうのが今自分ができること。もちろん話も聞いてもらいたいし、一般家庭みたいにね。でも、これはもう子供ながらに見たとしても、しゃあない。お母さんが必死にやってな、家族に愛があるからや。それも自分に対する愛やし、しょうがないよなって言って。で、今、三角座りしてます。でも今、またお母さんこっち来てくれたみたい。お母さんこっち来てくれて、ごめんねって言って、ハグみたいなのしてくれたみたい。でもちゃんとこっち見てるみたい、お母さん。でも、いやー、ちょっと申し訳ないんですけど、管理って感じ。子供を管理するっていう感じかな。ケアするとかじゃないかな。学校生活ちゃんとうまくいってるかとか、勉強が遅れてないかとか、ちゃんとした服着てるかとか、物理的にとか、目に見えるところでちゃんとできてるかっていうのを見てる感じ。わかります。それは気にしてます。そういう意味で見てる。これはちょっと辛いですね。そうですね。なんかね、ちゃんと枠があるんです。そうですね。そうでもないんだけど、ちゃんとした生活とか、ちゃんとした子。みすぼらしくない子っていう意味。こんな家庭環境やから、例えばご飯ちゃんともらわれてないとか、ちゃんと勉強ついて生きてないとか、教育ができてないとか、お行儀が悪いとか、そういったちゃんとした家の子になってるかなってないかっていうことはちゃんと見てる。お母さんの中で、それが幸せなの。それを与えられてるかどうか。ちゃんと環境下の中で子供が育ってるかどうか。それをちゃんと与えられる家庭であるかどうか。それが教育やし、子育てやし、幸せやと思ってるの。なるほど。こんな環境下の中でもそれはちゃんと与えてるんですよ。そうですね。塾はいっぱい生かされましたね。そう、お金はくれた。だから心が寂しかったんですよね。人に育ててもらう。お母さん的にはその枠を作ってあげるのが愛なんです。だってね、それがない子ってかわいそうに見えるの。ほったらかしてる家庭だってあるわけじゃないですか。見た目ボロッとした服着てるとか、ジャンクフードばっかしあげるとか、教育も何にも見てなくて、どうでもいいわと思ってる親方世の中にはいるからね。それがもうお母さんの中では愛がないっていうやり方。でもそれはきっちし用意してんの。お母さんは。これがお母さんの愛情表現なんです。だからお母さんの中では他人に子育てを任せてるっていう思いはないです。ないで、それはプロフェッショナルに任せてるだけ。なるほど。塾に勉強は見ていただく。だって自分できへんから。でもそれの塾探しやら、ここの塾がいいと言えば行くとか、お金をちゃんと用意するとか。そうですね。そういったことはやってるわけやから、それがお母
母さんの愛情表現なんです。うんお母さんの中ではしっかりしてるんですよ。愛を持って育ててるんです。だってしっかりやってるし。で、お父さんがそれを見せてます。お母さんも寂しかったんやって言ってる。ルナも寂しかったよ。この対話されて寂しかったじゃないですか。本当はルナさんは話聞いてもらいたいだけなんですよ。心の状態がどうかとか、この家庭環境でしんどくないかとかね。そういった本当に枠で話すわけじゃなくてね。あと心の問題とか心の状態とかでお母さんと本当の会話をしたかった。でもこれをしてしまうお母さんも寂しかったんやってお父さんが今言ってる。お父さんは今一歩引いてね、こう全体像を見たときに自分も寂しかったけどお母さんも寂しかったんやなっていうのが分かったって。自分が生きてるときにそれは分かれへんかった。だからこそルナさんに今それを説明したかった。だからこの場面を見せてるみたい。お母さんもすごい寂しかったんやって。今、お母さんに愛情をかける人がいない。お母さんは今必死やから、ルナさんがお母さんに愛情は、あげたいあげたいと思ってるわけ。お母さんは必死すぎても分かれへんし、もう申し訳ないけど自分から愛はあげられへんかった。お父さんから愛はあげられへんかったから、お母さんも愛が枯渇してる状態なんや。枯渇してる状態の人が愛をあげようと思ったら、やっぱまた間違っちゃうの。お母さんも人から愛をもらってないから、心が安らぐっていう状態が分かれへんみたい。それこそが人にとっての喜びであり、安らぎであり、幸せな状態やっていうのが分かれへんみたい。なぜならお母さんも必死やったから。お母さんはこの家庭とか家計をやっていくのにすごい必死やった。崩壊でしまうとみんなが路頭に迷うことになっちゃう。それこそご飯食べられへんとか服買われへんとか、もちろん塾なんか行かれへん。でもなんとかお父さんの代わりに必死にやろうってしてたわけ。この大変な状況の中、ちゃんとした生活をさせるっていうことがお母さんにとっての愛情表現やったんやって。だから寂しかったかもしれへん。でも愛情もらってないわけじゃないんやって。そうだね。ちゃんともらってたよって。自分が思ってた形と違っただけ。それを分かってほしい。だからお母さんもかわいそうな人なんやって。こんだけ頑張ってて、お母さんなりの愛情表現をやってんねんけど、結果、その愛が、ルナさんには綺麗に伝わってなかったってこと。そういったことがある。なんか自分が言うのもないけど、お母さんを許したってほしい。あの状態で人に愛をあげるってすごい難しかったと思う。あの中でやっていけたっていうのはお母さんはすごい人だと思います。だからこれを引いてみてほしかったって言ってね。で、次は俺のことって言ってる。今、お父さんと向かい合って座ってます。これが言いたくて来たって。申し訳なかったって。なんでこの一言が生きてるうちに言われへんかったんかなって。この一言やったのに。こんな一行やったのに。なんでこれを言われへんかったんかなって。こんなに迷惑がかかって。こんな愛のあるお母さんをあそこまで追い込んでしまったのは自分やったのに。なんでこの一言を生きてる間に言われへんかったんかな。申し訳ない。全部俺が悪い。どんな生い立ちがあろうとも、どんな理由があろうとも、こんな父親で、あった自分が悪かったって。
だけ言われたのに。振り返る機会なんていくらだってあったのに。あんな苦しい思いをして、ルナがすごい力を使って自分に気づかせようとしてくれてたのに、それでもどうしても、この一言が言われへんかった。申し訳ないって。全部自分が悪いって。私も親になったからわかる。もういい。ありがとう。どうぞ。ごめんなって。私もごめん。ごめんなさい。お前が謝ることなんて一つもないって。そうやって、最後の電話で言われたのも、ほんまにそうやなって思うって。それで、自分が悪いって思わんでもいい。だってその通りなんやから。俺が悪かったんやって。今が悪いわけでも、お母さんが悪いわけでもない。俺がちゃんとしとけば、最低限のことをちゃんとしとけば、もっと違った人生になってたのに、それに死んでから気がついたって。やろうやろうって思ってたって、そんな言い訳でしかない。もうそれを言い訳するつもりもないって。自分が亡くなってから、こっち来てから、自分がやったことの結果、みんなに負担かけてたっていうのを分かってはいたけども、それをもっとクリアに見ることができて、ああしとけばよかった。こうしとけばよかった。なんでできへんかった。すごいいっぱい思ったって。でもそれを思ったところで、別に生まれ変わって生き返ってみんなに何かできるわけじゃないから、もう後悔しかなかった。いろんなことをしんどいって全部わかんのに、今更、親らしいっていうことをしようと思ったって、俺にはそんな資格ないわなって。だってやれへんかってんから。今更、ルナの手を取って、こうやったって、今言ったけど、本当はこんな資格ないやんなって。そんなことだ。でも、分かってもらわれへんかもしれへんけど、自分にも理想の父親像があって、夫像があって、それに頑張ってなろうってしてた自分もいたって。それがうまくいかへんくって余計に迷惑かけた。それはほんとバカみたいやったって。やろうとしてた。まあこんな言い訳にしか過ぎへんけど、結果あんなひどいことになって。もう説明するのも申し訳ないっていうか、もう言い訳にしかなれへんから。だから、もうどうしても申し訳なかったっていうのは伝えたかったって。もうそれしかない。ありがとう。今更親らしいことをしたいなんて俺の夢やから。だからせめて謝りたかったって。はい。だからお母さんにも伝えてほしい。苦労かけてしまったこと。支えるどころか、マイナスばっかし生み出して、愛情を、本来やったら夫から妻に、与えるべきはずやのに、迷惑ばっかしかけて、結果あんな子供の心の状態も見れないような余裕のない必死な生活を送らせてしまったって。お母さんだって不本意なんですよ。
うん。うん。本当はちゃんと愛情かけて育ててたつもりやったしね。うん。でも結果、寂しい思いでルナさんは育ってしまって、そうやって歯車が狂ってしまったのは自分のせいや。うん。それをただ言いたかったとて。もう言い訳するつもりはない。言い訳のしようがない。うん。だから、ルナが言ったことは本当にその通りやから、うん。これを後悔する必要なんてない。うん。それはちゃんと受け止める。うん。それを知ってほしかった。うん。こんな辛い思いをさせてしまったのに、うん。さらに自分が言ったことで自分が傷つく必要はない。うん。分かってもらわれへんかもしれへんけど、わかってる。わかる。自分はもう反省してて、それで許してもらえるとは思ってないけど、うん。でも今こういう状態でいるっていうことをうん。知ってもらいたかったって。なぜなら自分がした父親の対応に対してルナさんがうん。申し訳なかったって思ってうん。る。思う必要がないっていうのを伝えたかった。言ってもしょうがないかもしれへんけど、謝りたかった。もう十分わかった。自分が不甲斐ないせいで家族の歯車をうん。狂わせてしまったって。うん。さっき言ったみたいに、うん。都会の人たちがいろんな課題があるように、うん。自分らの家庭だってそれぞれの課題がうん。あったかもしれへんけど、自分がうん。ルナに与えた課題はうん。大きすぎたよなって。裏でも反省するところはいっぱいあったのに、うん。自分のことを見返すところはいっぱいあったのに、それができひんかったって。私はもうお父さんのこと許してるし、もうこれ以上悪かったって思わないでほしいし、そういうことがあったから今気づきがあるいっぱい。みんな、お兄ちゃんもお母さんも私も前を向いて歩いてる。もうお父さんが悪いところはない。みんな辛かった。誰が悪いとかない。逆に守ってくれて、教えてくれて、ありがとうって言いたい。許してなくない。許してる。逆に私も許してほしい。今お父さんがうん。正座みたいなのして、正座よくね、時々してたんです。正座して、黙ってそういうことをして、手を握り拳にして、うん、膝の上にこう手を打っておいて、うん、こううなだれた感じで下見てて泣いてます。もういいよ、許してもらえるとは思ってなかったっていうか、許してる。みんな辛かったんだよ。誰が悪いってない。お父さんも悪くない。いざ喋れればよかった。みんなが思うよ。家族がみんな思いを話せればよかった。でも、私はそれを後悔してない。今こうやってお父さんが伝えてくれてるから、私にも、お母さんにも、お兄ちゃんにも、メッセージとして伝えてくれてるし、今日聞いたことも私がちゃんと伝えるし、お母さん、お兄ちゃんにも伝えるから。なんかね、黙ってるから、うん、なんていうかな。もう言葉が出てけえへん。うん、許してもらえるとまず思ってないから、うん、今、無言です。うん、ぐーってうん、手に力入ってて、うん、いや、申し訳ないって。許してる。許してるから受け入れてほしい、逆に。お父さんに。うん。そこで、お父さんが受け入れてくれないことが辛い。私は。お父さんが自分を許せない。それは私と一緒になっちゃう、今の。今、私、お父さんから気づかさせてもらった。それがどんなに苦しいことか。
お父さんが自分で自分を許したら、私も自分を許せるようになる。今日をきっかけに。本当に今日それを思った。そこが似てるんだと思う。頑固なところが。固くなさ。それは持ってて、全く自分にとっても人にとっても相手にとってもいいものではない。その頑固さを私も手放したいから、お父さんも今手放して。今うなずきました。お子さんが正座して泣いてます。手をグーにしてすごい力入ってて、涙流して涙を手で拭いてます。受け入れるのがちょっと難しいみたいです。お父さん的にはそれが難しいみたい。亡くなった後に、すごい反省したというか、現状を見たんやと思います。だからそのルナさんのこう受け入れるのがお父さん的には大変みたい。反省と自分を許すがこう相反してるから、受け入れるのがちょっと今大変みたいです。自分で自分を責めるっていうのが償いやと思ってるみたいです。反省し続ける。そういう人だったと思います。誰にもお父さんも相談できずに来たから、私以上だと思う。私以上にもっと辛いことをずっと一人で全部抱えてきたから、簡単に手放すっていうのは難しいかもしれないけど、お父さんが手放せないと、私も安心して生きていけない。私は今、もうここ最近気づいてるのは、安心して生きていきたいの。いい方向にみんな行ってるから、家族が。いろんな問題が解決されてうまくいってるから。安心して生きていきたいためには、お父さんが自分で自分に対する怒りを手放してくれなきゃ、家族がみんな安心して暮らせない。もうこれで最後。お父さんいろんなこと亡くなってからいい方向にみんなを導いてくれた。最後お父さんが自分に対する怒りを手放したら、みんなが前を向いて歩んでいける。私そこにしこりがあって今日ここに来たんだと思った。お父さんだから何が難しいかっていうと、お父さんはお父さんらしいことができなかったんです。理想のお父さんになれなかった。だから今、ルナさんの手を引いて、一歩引いた点で見るっていうことをこう導いたわけ。で、そういう風に自分の理想のお父さんになるっていうのは、そうやって導くとか教えてあげるとか、何か役に立つとかそういうことなんです。でも今しないといけないのは、それができなかった反省しなければいけない自分を許すっていうところやから、その頑張るこう方向性がちょっと違うんですよ。だから難しいの。こんな自分を許すことが、ルナさんの役に立つっていうのが、なんとなく分かってはいるんやけど、できへんっていうか、自分のこと許すっていうのがちょっと難しいみたい。お父さんが自分のことを許すことが、私にとってお父さんらしいことになります。最大の。なんか泣いてるかな。自分は、子供に愛情をかけられへんかったのに、今、子供からこんな愛をもらってて、最後の最後まで、不甲斐ない父親やって。そんなことない。親が子供が生まれてきてくれて、それだけでありがたいって思うのと一緒で、私を産んでくれてありがとうって。ただそれしか今は思わない。思わない。もうこれ以上言葉にできない。なんか俺は、父親らしいことを、全然できひんかったけど、この子供が、自分の元に生まれてきて、こんな愛を持てる人間をこの世に生み出したっていうことが自分にとって最大の貢献やった。それが一番の俺ができた親らしさやったかなって。そうです。その通りだよ。ごめんなって。もういいって。なんかルナさんの愛がこう染み入ってるみたいです。こんだけのことしたのに自分を許してくれる娘の愛がすごく入ってくるっていうか、だから親らしかったのはお前の方やなって。そんなことなって。お父さんがそうやって正座して拳を握ってる姿を見ることが私は辛かったから、今もうこれで最後だから、
その手を緩めて正座もやめて、私を見てほしい。顔上げました、今。でもまた涙出るから、ね、涙出て、申し訳ないって今また頭下げてます。でも、そうやって言うんだったら、その愛をちゃんと受けて、自分でもそんな大きな愛を自分が受ける価値があるというか、資格がある。いいんだって許可すること。愛を受ける許可をすることが自分にとってできる親らしいことなんやったら、それしなあかんわなって。その通り。いろんなことができへんくて俺は後悔したんやから。今がそれを乗り越えないといけない場面なんやなって。俺それができへんかったけど、俺はもう同じことはしたくないから。だからすごい難しいんです。お父さんからしたらこれすごい難しいんです。そうですね。そうだと思う。でも、その愛を受け入れる、自分を許すっていうのが、前生きてた時にできひんかった壁。その時は謝るっていうのができひんかったけど、今は自分を許すっていう一歩を行くっていうのが、人の成長っていうか、やらなあかんステップやなって。今聞いてて、お父さんが自分を許すっていうのがとても大きな壁。それ私もそっくり同じことを思ってるの。だから、本当に一緒にやってこうってさっき言ってくれたじゃんね。手をつないで言ってくれたじゃん。やってくから私も。やってくから。お父さんができるんなら私もできる。私はこれからここで生きていかなきゃいけない。お父さんもそっちで生きていかなきゃいけない。もうここでしか約束を交わせる場はない。今日しかない。今しかない。やってこうよ。私も頑張るから。私は今日気づけてよかった。お父さんがそんな風に思ってたって。初めて話できたじゃん。話したことなかったもん。それだけで私はもう、なんで怒ってたんだろうぐらいに思ってるよ。私だけじゃない。お母さんだって怒ってない。お兄ちゃんも。さっきまでお父さんが手をグーにして、膝の上にすごい力で押してたんですけど、今背中をこうちょっと立てて、手を離しました。で、下向いて泣いてるんですけど、難しいんやけど、ありがとうって。こんな俺やのに、その愛を受けていいかっていうのがすごい難しいんやけど、こんな俺なのにっていう風に思わせた私がいるってのを私はと感じてる。私も心を開かない娘だったから、どっちも心を開かなかったから、自分たちの思い込みでお父さんが亡くなるまで過ぎてっちゃったんだと思う。お父さんがお父さんを自分で否定したら、私も自分を否定しなきゃなっちゃうから。お父さんはお父さんです。そのままでいればいいの。私もそれに気づいたから、ありのままの自分でもうそれだけで素晴らしいんだってことに今日気づいたから、お父さんも自分を責めないで、ありのままのお父さんでいいの。いろんなことに気づかせてくれた。もううなずいてます。いいんかなって。これを受け入れていいんかなって。与えたかったね。反省した上で与えたかったんです。もう、これ以上苦しめたくない。自分が反省し続けるっていうのが、自分がそこにできることだったんです。お父さん的には。でも、反対に、その愛をもらって自分を許すっていうことが、自分ができる家族へのやり方分かったって。自分はその一歩が生きてる時はできへんかった。今だってその完全にはい受け入れますとかいう状態ではないですけど、でもその一歩ができへんかったっていう悔しさは分かってる。その一歩をもう俺は行くって。それは自分のために、そして家族のために、それができることなんやなって。それが親らしさなんやなって。それが最後にできる子供への愛やなって。そうだよ。ごめんなって言って。最後までもらってばっかして。申し訳ないって。やっぱそこに戻るから。こんな、俺やけど、こういう機会を持たせてもらえたっていうのは、
うん。感謝しかないって。本当やったら、なんできへんわけやから。うん。もう死んだら死んだまま、うん。お互いにわだかまりがあったまま、ごめんねって思ってても、それが家族に伝わらへんまま、残された家族だって、うん。そんなわだかまりがあったまま生きていくっていうのが普通なのに、死んだ後とはいえ、こういう機会を持たせてもらって、自分がこう思ってるっていうことを申し訳ないと思ってるっていうことを伝えれたっていうのは、感謝しかない。うん。頑張るって。うん。一歩行く難しさ。それは、生前難しいのも、死んでから難しいのは結局一緒なんですけど、そうですね。死んだからってね、急にできるわけじゃない。うん。でも、それがやりたかったことやから、こういけなかったっていう後悔の人生やったわけだし、うん。うん。だから行くわって。うん。うん。こんな風にここまで深くつながれることはないと思う。今までこんなに話したこともなかったし、正直お父さんが人間らしい人間だったんだって知れたことが私は嬉しかったよ。みんな頑張ってるから子供も私もお母さんもお兄ちゃんもみんなが自分らしく生きれるように生きていきたい。これからも見守ってほしい。たった。今一礼しました。で、一礼して、まだちっちゃいルナさんがいたみたいです。不器用者同士。うん、言うのもなんやけど。本当に。不器用な者同士ん。また行こうかって。うん、うん、受け入れるって。うん、ありがとう。一歩行くみたいです。うん、うん、できへんかったけど、一歩行く姿を見せる親らしさ。それが親かなって。なんか何かを教えるとか何かを導くっていうのが親らしさかなと思ってたけど、こんだけ難しいことをやってみせるっていう親らしさがあるっていうのを教えてもらったって、それやねんなって言ってる。それだね。本当にすごいよ、すごいことだと思う。今小学生のリルナさんがめっちゃ嬉しそうにしてます。嬉しいよ。ありがとう。お父さんがそう思ってくれたことが私がと今軽くなった。私も進んでいこうって思った。今ね、二人が手つないで光の方に歩いていくんですよ。二人ともすごいニコニコしてて、私から見てすっごい理想の親子像っていうかね、ちゃんと心で繋がってるって感じかな。これで終わりじゃないから、人の成長ってずっと永遠に続くもんやし、こんな感じで学ばなあかんことすごいいっぱいある。でも一歩行くっていう大切さを今教えてもらったから、俺も頑張るわって。私も頑張る。ちゃんと見とくからなって。俺も、誇ってもらえるような、みんなにないし、俺も頑張っていくからなって。お前も頑張れよって。すっごい笑ってます。すっごい笑ってて、今手離して、お父さんだけがいるんですけど、光でも、わーって手振って、もうニコみたいな。でもすごい晴れやかです、お父さんが。よかったです。はい。本当の親らしさとは、教える、導くではなく、自分が一歩行くことを見せること。17年越しのルナさんとお父さんの愛に、にゃんこも涙したわ。愛する人が亡くなった後、もう一回話せたらというのは、誰もが思うことちゃうかな。今回お父さんがずっと伝えたいと思ってたことを伝えられて本当に良かったよね。にゃんこも、ありがとうとごめんなさいは日頃からきちんと伝えようって思いました。いつになく真面目なにゃんこで締めくくりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。